日本国有鉄道研究家加藤義弘です。特別二等車一等車誕生の話第3話ということで、本日は車両電車編、の1、サロ45からサロ211までということでお話をさせていただこうと思います。しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。電車列車に見る特別二等車一等車の変遷ということでね、お話をさせていただきます。今回は電車2等車が1等車の変遷ということで、車両形式ごとの解説を加えさせていただく予定としております。大きく分けて電車グループ、機動車グループの順で解説をさせていただきます。なお、特別2等車の話ということになりますと、急行型のサロ152以降になるんですけれども、波路に分類される宣伝のサロ45からお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。電車2等車の話ということで、戦前の旧型国電時代、それと戦後の旧型国電時代、それと新性能電車、普通電車のお話ということでね、まずこういうふうな形で分けさせてもらってます。ただですね、ここに書いてますように、サロ45とサロハ66についてはですね、車両の解説等はありませんので、その辺はちょっとご了承願います。あと、サロ111、それからサロ113、あと格下げ街道のサロ110とかサロ112についてもですね、また別途詳細の方はね、解説させていただく部分もあると思います。サロ112は今回省略させてもらってます。あと、新性能電車の準急電車、あと、新性能電車の特急と急行、それから新幹線電車。で、こういう感じでね、一応お話をね、紹介させていただこうと思っています。ただですね、長くなっちゃいますので、複数回に分けてアップさせていただくということをね、ご了承願います。なお、進駐軍により接収された第4二等車っていうのがあったんですけども、これにつきましてもですね、今回はちょっと省略させていただきます。また機会があればですね、GHQ の関連する客車列車とかそういうところでですね、お話をさせていただければなんと思ってますけど、ちょっとこれはちょっとまだ分かりません。ここでですね、知ったかぶりなんて書いてますけどね、戦前から横須賀線2等しか連結されていたわけはっていうことでね、お話をさせていただこうと思います。鎌倉という高級住宅街があったこともありますが、それ以外にもですね、横須賀に海軍の鎮守府、今もね、自衛隊の基地とかね、米軍の基地なんかがありますけれども、海軍士官の利用が多かったことから、横須賀線には2等車が連結されていました。特にイギリス海軍に班を取った日本では、士官、準士官及び見習い士官以上は2等車を利用することが定められていましたので、ちなみにですね、候補生はね、下士官相当の礼式とされていましたということで、将校じゃなかったんですね。以下はですね、礼法修正、海軍のおけるマナー集の方がですね、抜粋引用したものですが、ここではですね、2等以上に乗車するというふうに明記されています。ちょっとね、早速見ていただこうと思います。陸上における心得ということで、この3番目ですね、3項目ですね。海軍将校の対面を重んじるため、記者は2等以上に乗車するを例とすということでね、ここで、他にもずっとあるんですけどね、ここの赤いのを乗らせてもらってますけども、海軍将校ね、要は見習い士官以上、なるべく準士官ですね、は、将校としてですね、記者はね、2等以上。2等というのは当時3等級制ですからね、今のグリーン車、以上に乗車しなさいというふうに書いてました。実際ですね、若い士官、少尉とか中尉ね、の場合ですと、若いのお金がないということで、2等車を利用せずにですね、わざわざ制服を背広に着替えて、こっそり乗ったなんていうね、話もあったりするそうです。これなんですけれども。知ったかぶり、関西圏では私鉄の競争からっていうことでね、お話をさせていただこうと思います。関西では私鉄の競争もさることながら、芦屋に代表される高級住宅地の富裕層の利用を見込まれたことが、戦前から二等車が連携された理由じゃないかと考えます。関西では、戦前から急行電車といわれる料金不要の列車が走っており、現代の快速電車が急行電車でした。特に関西流電と呼ばれたモハ52ではトイレ付きのサロハ66、一時車トイレなしのサロハ46で誕生。その後街道でサロハ66に編入ということで、そういう経緯があったようです。その後はですね、国鉄の運賃大幅値上げで高くてサービスの悪い国鉄から
阪急、阪神に両社流れることとなり、1980年8月24日にはグリーン車の連結は廃止されています。一説はですね、阪神高速神戸線のね、電通などに伴いね、重役等のグリーン車利用がなくなったというふうなね、意味合いで書かれていることもありますが、阪神高速電通はですね、1981年ですので、どこまでですね、因果関係があったのかっていうのはちょっと正直疑問です。はい。こちらの方ですね、モハ50になります。知ったかぶりの第3弾ということでね、戦後の二等車、サロ70号サロ80号という話をね、させていただこうと思います。戦後電車用二等車としてサロ70号、誕生当初はですね、サロ46号を名乗っていたんですけども、サロ80号を取り上げたいと思います。下の画像なんですけども、番号不明、右の画像ですけども、番号は不明なんですけども、当時の配置区の状況からサロ45の004か5か7のいずれかと思われます。基本的にはですね、この車両通り、サロ70号も同じようなデッキなしの車両で、シートはね、改めてこの車両を見ますとですね、座面の部分、座るところですね、これが青色で、背もたれがですね、優等車時代の赤色になっているね、これご愛嬌ですけども、昭和39年から40年にかけてね、格下げ改良が行われたようです。ちなみにですね、こちらの方ですね、これもサロ80、クハ80号っていうんですけども、これもともとですね、サロ80号という、客車のですね、中間車だったんですね、客車で電車の。で、300番台の電気引力仕様ということで、これ加工窓なんですけどね、非常に優雅に見えますよね、時代を経てもね。そういうふうな、格下げ改良しなくてもですね、もっと十分良かった、使えたんじゃないかなっていうふうに思ったりはするんですけど、そういうふうなね、結構立派な車両でした。新生車ということでね、新性能電車編なんて書いてますけども、これ普通電車用、準急電車用、急行電車用ね、特急電車用って書いて、急行電車用は、特急電車用に関しては、交流と直流ね、この2つに分けられますというですね。で、ここで、普通電車用としてサロ111からね、サロ110、113、211なんて出てきました。同じく準急用としてはサロ153と、サロ157ね。で、急行電車はさらに細分化されまして、直流電車用としてサロ152、サロ163ね、あとサロ165っていうのが作られます。で、高直流電車はサロ451と455。あと特急電車の方ですけども、サロ151、モロ151、モロ161、サロ183ね、あとサロ185とか、サロ381、あと黒150かなっていうふうな感じでですね、いくつもの、車両が変遷というかあります。あと、交流電車はサロ480、580ということでね、これ全部正直言って一発でお話しするのはね、非常に難しいということで、今回はここだけ、ね、囲ったところだけをさせていただきます。サロ111とサロ110ということでね、お話をさせていただこうと思います。サロ111というのは、111系、113系用の一等車として昭和37年から製造された車両で、113系と同じ TR62 型付随台車を入っていました。こちらですね。はい。で、まだ背面はですね、機動車特急と同じで、モケットバイではなく演舞シートが貼られていました。サロ110は153系用に製造されたものですが、サロ153はですね、格下げ改良したグループがサロ110の中であります。でも、それ以外にも他にですね、サロ113の置き換え用にね、サロ110戦200番台として製造されたグループや、特急やサロ115から改良されたグループもありますけれども、その辺はですね、今回のこのお話の中ではね、ちょっと省略させていただきます。後でね、まとめてお話しさせていただきます。次にですね、サロ113、サロ110の1200番台のね、お話をさせていただこうと思います。サロ113は将来の成田空港開業時のグリーン車として誕生した車両で、急行と同じ定員が48人、リクライニングシートの車両でした。開業の角が目立たず、横須賀線で使用したものの、
定員限になる60が48で利用できない人が多発して苦情となったため、関西に転属、老朽化していたサル112、サル150の格下げ車で非冷房ですね。これを置き換えようとして関西に転属します。関西でもですね、運賃の幅値上げや阪神高速延伸などでね、芦屋方面からの会社役になるが、自動車の送迎にね、切り替えたことなどもありますけれども、利用が激減し、昭和55年8月にはですね、再び連結中止。ね、そしてサル113は横須賀線に戻ったそうです。あと、サル110線200番台というのは、横須賀線の事情を考慮した簡易リクライニングシートの車両で、定員を60人に戻したもので、台車も空気板になり、乗り心地はね、改善されたというふうに言われています。こちらですね、TR69 というか、その車内のね、受けということで、1200番の車内、ね、こういうになってました。最後の国鉄型、サロ210とサロ211ということでね、案外ね、見落とされやすいんですけども、サロ211と210は、国鉄最後の近郊電車、211系用のグリーン車で、昭和60年、1985年に東海道高崎線向けに製造された車両です。乗務員室のあるタイプがサロ210、乗務員室がない場合はサロ210となっていましたということで、製造当初はですね、グリーン車は東海道本線のみで、JR 発足後ですね、グリーン車の定員度を図るために、2階建て、サロ212並びにサロ213というのをね、製作しまして、この2両とですね、ペアを組む、そういう形になりました。後に対艦対設装備をですね、行って、高崎線の方ですね、定員をされたそうです。ここに書いてますけどね、サロ124っていうのがあるんですけども、こちらの方はですね、JR 発足後なんでね、省略させていただきます。次にですね、サロ110のいろいろということで、サロ110は国鉄末期ですね、いろいろなタイプが存在しました。特急グリーン車を改造した格下げタイプ、ね、こういうのが、バンダイごとに分かれてましたけども、あと他にサハ65を改造した格上げタイプ、ね、サロ110、501、他にもですね、サロ165を転用したサロ110の400番台等があったそうです。サロ110は153系で製造されたサロ153のね、格下げ改造したグループの他に、サロ113、先ほどね、申し上げた通りの置き換え用に、サロ110の1200番台、ね、横須賀総武線直通運転用として製造された。そういうグループや特急用、サロ165からね、改造されたグループもありますけれども、その辺はですね、ちょっと細かいところはね、省略というか、させてもらってます。こちらの写真ですね、これサハ165を改造した、サロ160、じゃサロ110ですね、の500番台。これはね、戸袋のところにグリーンマークが入っているのと、その下ね、その窓側のね、窓がですね、当時の普通車そのものなんでね、分かっていただけるかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は電車列車のグリーン車のお話をさせていただきました。時間の都合で普通列車用のグリーン車だけになってしまいましたが、次回はですね、準急用、急行用グリーン車のね、お話をさせていただければと思っております。